Why are some Japanese women upset about this World Cup stadium cleanup? It's a respectful tradition. Japanese fans, both men and women, have been picking up after themselves at every World Cup match since their first one in 1998. And it was no different after their match against the Netherlands as fans combed the stands for litter at Dallas Stadium. But some Japanese women are skeptical. This one post went viral with the illustration that says, "Please do this at home." It's pointing out that men in Japan often do less housework than women. A government survey from 2021 shows women spend 3 hours 24 minutes versus men at 51 minutes a day. The post seems to be less about the actual cleanup and more about the perceived gender double standard. Even with this debate, though, over the division of household chores, this signature cleanup should be encouraged. I mean, now we're seeing fans from the Portuguese to the Dutch cleaning up too. 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ワールドカップからの話題になります。現在 X 上でこのスタジアムを掃除する日本人サポーターを非難する投稿というのが様々な議論を呼んでいるんですね。で、これはですね、このサポーターの中でも男性に焦点を当てた、そういった投稿になるんですが、なんとですね、現在これを海外のいくつかのメディアが報じるという事態になっています。そしてその中でもですね、変更報道でおなじみの BBC がとんでもない見出しをつけてこれを報じておりますので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前こちらの動画で見ました。ワールドカップでね、日本人サポーターのテキサス日記とバーベキュー日記、これら日本人の反応を見て、アメリカ人たちがね、その自尊心を回復しているというね、そんな話題を見てまいりましたが、動画の中でも少し触れました。この日本人サポーターによる恒例になっております、スタジアムの掃除ですね。これがね、偽善だとか、パフォーマンスじみているとか、このように批判する人たちというのが目立ってきているという状況ではあるんですね。そんな中、今回ですね、こちらになりますね。玉田敦子さんという方ですね。アカウント見る限り、もう明らかに左派の方ですね。ほぼね、政治アカウントになっていました。で、この方がね、こんなポストをします。日本人男性によるサッカー場でのゴミ拾いが注目されているようだが、日本人男性の家庭内労働時間は国際的に見ても極めて低い水準。まず家の中のケア労働を分担してほしい。ということで、くしくもね、以前の動画で言った通りになってますよね。左派は自国をどうしますかということで、もうそれを体現するようなね、ポストとなっておりますが、これね、東京メトロの非常に有名なイラストシリーズありますよね。で、あれをベースに AI で制作した画像ということのようですね。でね、これはもともとこちらにありますが、FIFA のね、先日紹介しました、この日本人サポーターがね、ゴミ拾いをしているというのを称賛するポスト。で、ここにいますね。おそらくね、この方ですね。ここわかります？ほら、ね。写真を AI に食わせて家でやろうということで、ここにありますね。日本人男性の家庭内労働時間は国際的に見ても極めて低い水準と、先ほどの文章がこの画像内にも書かれていると、こういったものになっています。要するに、スタジアムを掃除するんだったら家でも掃除しよう。このように言いたいわけですね。で、まずね、これを見た時のプクタの雑感、これ先にお話ししておきますが、ここのね、イラストで使われております。こちらに見えておりますよ。この方ですね。この人。別にね、この上の方でもいいんですが、このサポーターが家で掃除していないという証拠があるんでしょうか？もうまずここが大前提ですね。そもそもここに見えていらっしゃる方、全員既婚者なんでしょうか？なんだったら、この掃除って女性も加わってますよね。そういった動画たくさん出回ってるじゃないですか。日本人男性の家庭内労働時間は国際的に見ても極めて低い水準というのであれば、この日本人男性の労働時間のデータも合わせて考えないとおかしな話になりませんか？そもそも労働政策研究研修機構、ここの記事になるんですが、これね PDF になってます。ここではね、何を言っているかというと、日本人の1人当たりの労働時間というのは年々減ってきているんだそうです。ただそれは非正規やパートが年々増えているからだと。なのでこの中から男性だけを抽出してみると、長時間労働をしている割合が非常に高いと、このように言ってるんですね。なのでこれを言うのであれば、本来はこのあたりも一緒に議論しないと意味がないんですよね、これ。つまりプクタにはですね、これ今回のね、この件を利用してご自身のアジェンダに沿う投稿をしているように見えてしまいました。これがプクタのね、この投稿を見た時の雑感です。これを言いたいのであれば、このサポーターらが家で家事をしないというデータが一緒にないと、これ成立しないということですね。何の関係もない話ですね。しかも日本人男性ではなく女性もいますよ。海外で尊敬される所作をすることは選手の応援にもなりますし、日本人はピッチでもスタンドでも礼儀正しく、綺麗好きと評価も上がります。感謝こそすれ、批判は的外れと思います。一日に仕事、家事、育児にかける時間は男女であまり差がないですよ。女性の働く時間や収入が低く、男性に仕事の負担が偏っているとも言えます。主語を大きくするのはいいけど、この写真に写っている人たちの私生活知ってるんですか？もうまさにこれですよね。あそこでスタジアムを掃除している日本人の男性サポーター。
これって日本人の男性の総人口の何%なんでしょうか。これをね、日本人男性にするというのは、さすがに主語でかすぎなんじゃないかなと思いますね。毎度ながら、批判対象が日本人の男性限定なんだよな。外国人男性の批判は過去の投稿を見てもしてないと思うよ。男女間の離間工作なんですかって疑いたくなる。日本人に子供増やされたら困る人たちいるもんな。ね、攻撃の対象はゴミを散らかす外国人には向かないんですね。それを拾っている男性サポーターに向かうという。で、引用になりますと、こちらではね、国内外から賛同の声というのも寄せられておりまして、サッカー観戦しているスポーツバーやサッカー会場でぜひこれを貼りたい。これは印象だが、一般に他人に見えるところでの行動と他人に見えないところでの行動の不一致は、日本人の方がアメリカ人よりはるかに大きいと感じる。社会規範が強い日本では、規範を率先する見せかけのパフォーマンスも多い。このゴミ拾いもその一例だろう。こちらはポルトガルからですね。世界規模で暴露された。本当にすごい。そしてこの下ね。そう、まず家でやれだよな。というような形で、様々な議論があるんですね。すると、これをですね、報じます海外のメディアというのがいくつか出てきておりまして、こちらね、シンガポールのメディアです。ワールドカップでの日本人の清掃活動への称賛。しかし、国内では懐疑的な声も。そしてこちら香港のメディアですね。現在ね、中国のアリババが買収しています。ワールドカップのゴミを拾う日本人男性。ダブルスタンダードだと嘲笑される。このように報じられているんですね。そしてこちらね、AFP の日本語版ですね。家でもやろう。サポーターのゴミ拾いで、日本人男性の家庭参加率の低さが話題にと。で、そんな中ですね、大変話題になっていますのが、BBC ですね。こちらはね、もうお馴染みとなっております。イギリスのメディアになりますが、以前ね、こちらの動画でお伝えいたしました。皆さんこの動画見ましたか？正直ね、あまり再生されていないんで、この機会に皆さん、ぜひご覧になってください。福田の世界人ニュースはですね、時間が経つことで、いろんなニュースが繋がってくるんですよ。多分ね、概要欄にあると思うんで、見てくださいね、この動画の後でもいいんで。こちらの動画ではね、何を言ってるかと言いますと、この BBC ですね、とにかく変更報道がひどいんですね。で、トランプの演説に関してはね、もう完全に切り張りして、全く違うことを言ってるように見せまして、ニュース部門のトップ、辞任してます。とてつもない変更報道だったんですね。こちらがね、BBC バージョンの切り張り映像ですね。そして右側が実際のオリジナルの映像。こちらのね、BBC バージョンでは、議事堂に行って戦おうというように編集されているんですが、実際は真逆のことを言っていたんですね。We're gonna walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're gonna walk down to the Capitol, and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. We're gonna walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're gonna walk down to the Capitol, and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. これ以外にもですね、トランスジェンダーの母乳。つまりこれ、薬で誘発した母乳ですね。これは女性の母乳と同等か、それ以上に高品質だと主張しました。で、これ実際はね、十分に研究されていないということで、場合によってはね、その赤ちゃんの健康を害する可能性もあるまで言われてるんですよ。これを報道してるんですね。さらには、BBC というのはこういったスタンスですから、JK ローリングを検閲していたとも暴露されておりまして、とにかくひどいわけですよ。皆さん、見てくださいね、この動画。本当にね、巡り巡ってこうやって繋がってきますんで。じゃあその BBC、この見出しでね、なんて言っているのか。ワールドカップを清掃した日本人ファンに、Women は家でもやってと訴えた。ということでこちらですね、Women とあります。こちらが本日のキーワードになります。Women。女性の複数形。ということでこれね、そのまんまです。女性の複数形。皆さんご存知ですよね。で、今日はね、ここで何をお伝えしたいかと言いますと、この発音なんですね。こちら、日本語ではね、いわゆるウーマンと、このようにね、カタカナで書かれますが、実際の発音はね、全く違います。Woman. で、こちら、複数形になりますと、Women。と、このようにですね、このウーマンという単語は、単数形と複数形で、後ろの面の部分の綴りが変わっているんですが、発音が変わるのはその前の WO の部分になるという、非常に特殊な単語なんですね。厳密に言いますとね、前の部分も後ろの部分も発音記号が違うので、イギリス英語になるとこれはっきりね、単数形と複数形で発音が変わってくるんですが、アメリカ英語の場合はね、これ、後ろの部分、ほとんど変わりがありません。なので結果的に、綴りが変わってない方の発音が変わるという、変わり種のワードになっていますので、この使い分けね、結構混乱すると思いますが、そういえばウーマンっておかしな法則がある英単語だったなっていうのを頭に入れておくと、どこかでね、役に立つ瞬間があるかもしれませんので、ぜひね、この機会に覚えておいてください。
ということでこちらはワールドカップスタジアムを清掃した日本人ファンに女性たちは家でもやってと訴えたということで、皆さんお気づきになりましたか？もともとのねこの発端になったこちらのポストというのはこのね玉田敦子さんという方、この方ね 1.1 万人のフォロワーですよ。この方の個人的なポストなんですね。それがですよ、変更報道でおなじみの BBC の手にかかりますと女性たちになるんですね。これすごいでしょ。このね少しずつずらしていく感じわかります？こちらの投稿ではね、ここに写ってる人たちなぜかですね日本人男性代表になってしまいました。でさらにこのポストをした個人が BBC の手にかかると女性たちになるんです。つまり女性代表になってしまうんですね。このようにして何段も少しずつずれた結果大変な話になっていくんですよ。これ怖いでしょ。これねちょっとした違いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、全然違う話になってますからね。少なくとも他のメディアではこちらですね、こういったポストが議論を呼んでますよという X ユーザーのお気持ちの範囲にとどまってるんですね。しかしね、こうやって BBC の手にかかりますとこれがですね女性代表の声になってしまうと。家事に費やす時間は日本人男性は先進国の中で最も少ない。経済協力開発機構の2021年のデータによると、日本人女性は無償労働に1日3時間以上費やしており、1日47分の男性の5倍以上となっている。この格差は特に若い子育て世帯で顕著だ。2021年の政府調査では、6歳未満の子供がいる共働き世帯において、女性は家事に1日7時間以上費やしている一方、男性は2時間未満にとどまっていることが分かった。でちなみにですね、こちら BBC の日本語版ですね、見出し変更されています。日本人サポーターがスタジアムを清掃、家でもやろうと女性から注文ということで、ここではね女性たちから女性に修正されてるんですね。なんですかね、ここ女性から注文という文言ね、やはり気に入らない人が多いようで、これはこれでねまた日本で議論になっているようですね。でまさにこちらがねその BBC の投稿になりますが、ちょっとね海外の反応を見ていきたいと思います。日本人ファンがスタジアムを清掃するのはいいことだ。品があるし他の国も見習うべきだ。くだらないジェンダー対立の物語に当てはまらないからといってわざわざ水を差そうとするのはやめてほしい。日本人ファンがスタジアムを掃除したことで今度は叩かれているのか。 BBC にかかればいい話ですらネガティブな話題に変えられてしまう。他国のいいところを学んで見習おうとするのではなく、こういう人たちはいつも自分たちの主張や価値観を他国に押し付けたがる。まるで自分たちこそが人間の基準だと思っているかのようだ。日本人ファンがやっていることを素直に評価しよう。彼らは清潔さを大切にする人たちだ。それだけで十分だ。人が悪いことをすると文句を言う。人がいいことをしても文句を言う。人間とは一体どうなっているんだ。この方はインドネシアのようですね。日本人は家父長制の社会だし、かなり個人主義的でもある。家のことは全部母親がやっている。だからのび太はああいう風になったんだ。こちらもインドネシア。結局これまでずっとただの話題作りだったってことか。こちらは中国ですね。日本人がワールドカップでゴミ拾いをしても家では家事をしないなんて話ならもうみんな知ってるよ。こちらが韓国ですね。マジで笑える。世界中でもっと恥をかけ。というような形で、この引用欄ではね、外国人がこれに乗ってきまして、日本を嘲笑しているというのがかなり目立ちますね。はい、ということで本日はですね、現在 X 上でスタジアムを清掃する日本人男性を批判するポストというのが大変な議論を呼んでおりまして、海外の一部メディアがそれを報じているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほどのね BBC の投稿を見ていただいてもわかりますが、そのポストのリプ欄ではね、もう今ねさすがにこれ話題になってるんで、わーっとねこれに対しての否定のコメントというのが並ぶんですが、引用を見るとやっぱりねこれに賛同する声や、あとここに乗っかってね日本を批判する外国人の声、こういうのが散見されるというような状況ですね。元のポストをね見ましても、さすがに主語大きすぎなんじゃないのと思ってしまいますが、それもね言っても個人の投稿ですし、あるっちゃあるじゃないですか。しかしこれがね BBC の手にかかりますと、その主語大きい投稿をさらに主語大きくしまして、これがね女性の相違になってしまうというのが恐ろしいなと思ってしまいましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。